はい、こんにちは。新食系 VTuber のやしろましろです。どうぞよろしく。今回はこちら。神社はいつから作られたのでしょうかという話をしていこうと思います。皆さんは神社の起源というとどんなものを思い浮かべますか？初めて神様がその地に降り立った場所から発展してとか、集落の寄り合いの場が発展したとか、神おろしシャーマニズムの祈祷の場所が発展したみたいに考えている人もいるのではないでしょうか。実は神社の起源ってはっきり定めるのは難しいんですよ。それはどういうことか、これから説明しますね。それではまずはじめに、そもそも神社とは何かからお話をします。内面的な話と物理的な話とで話の方向性が変わってきますので、今回は物理的、目に見えるもの、つまり神社の施設とは何かについてお話をします。神社とはシンプルに言うと神様を祀る施設でございます。今回神社の起源の話をしますが、神社という施設が作られた起源についてのお話になります。神道の起源ではなく神社の起源になります。意義やら思想やらの起源を交えると話がとっても複雑になってしまいますので、今回はあくまでも施設についてのお話であることをご承知おきください。さて、古代では今現在見られるような鳥居があって、手水があって、社殿があってというような形ではございませんでした。じゃあ神様を祀っていなかったのかっていうと、そうではありません。神社成立の起こりは稲作が始まる弥生時代、またそれより以前の縄文時代まで遡るという意見もありますが、遺跡、遺物から見る考古学という観点から考察すると、古墳時代からではないかと考えられています。古代の祭祀はより代となる山、岩や木など自然のそばで行われていました。そこから少し離れた場所に祭壇を置くようになり、で次第に祭祀のための建物が建つようになったと考えられています。この流れが成立する要件は、地域の集団によって神様を祀るための区画、祭祀のための空間が確定していて、で仮設の祭壇にしろ常設の社殿にしろ建築的施設が作られて、で定期的に祭祀を行うことができるコミュニティが形成されていたというのが要件にございます。人々が神祭りをしていた儀式の痕跡、こうした遺跡を祭祀遺跡と呼びます。有名な祭祀遺跡が2つありまして、奈良県大神神社の三輪山にある山の神遺跡と、福岡県宗像大社の沖ノ島、この2つが代表的な例です。沖ノ島は島全体が祭祀の場所だったと言われていて、調査の結果、祭祀は4世紀後半には成立していたことが分かっています。最初は岩の上から、そして岩の影へと移動して、8世紀頃には岩村からやや離れた平地に祭壇を設置していたようです。さらに詳しく知りたい人は、神社検定公式テキスト3の神社のいろは続きか、岡田昌司先生の日本神道史を読んでみてくださいね。氷室や岩倉から臨時の祭壇が設置されるようになって、でやがて常設の建物が設けられていき、寺院建築などの影響も受けながら今のような神社の形に変わっていきました。変化の要因に風雨を避けるためだとか、大陸文化や仏教の影響だとか、いろんな説が挙げられていますが、この変化の様子は地域によって様々な例があるので、一概にこうだっていうのは難しいですね。特定の期間だけ刈谷を作って神様を迎える神事をして、で時期が過ぎたら刈谷を壊すという祭祀形態が各地にありましたので、それが常設の神社祭祀に変化した例もあったろうと考えられていたり、法教法祭の進捗といって天照大神がニニギノミコトに八田の鏡を授けて、この鏡を私と思ってお祭りしなさいと命じた進捗があります。この進捗のように神社ができる前に建物内で何かを祀る例も少なくありませんでしたので、それが外に出て、で別に神社を建てられたっていう例もあったことかと思います。神道はよく日本全体の枠組みで当てはめられがちなんですけれど、そうした枠組みも重要なんですけれど、地域の信仰上の特性というものがあるのですから、これに関しては各地域の伝承を鑑みないといけませんね。以上が神社という施設の起源の説明になります。みんなわかったかな？とい
いうところで、今回の動画はこの辺で。また見てくださいね。バイバーイ。高評価、チャンネル登録お願いします。高評価を押してもらえると YouTube さんがいろんな人におすすめしてくれまして、たくさんの人に解説動画とか見てもらえますので、高評価とチャンネル登録どうかお願いします。